おでこに指を置いて高さをグッと上げてフェイスラインですねといった癖を直しつつ左右しっかり整っていきますのでね。こんにちは、おきゃんママこと加藤ひとみです。今日は顔が非対称の改善法についてお伝えします。顔が左右違うと悩んでいる方は多いです。実際には左右全く同じ顔の人はいません。何かしら左右差はあり、それがその人の個性や魅力を作っています。しかし加齢とともにひどくなっている場合は早めに対処しなければなりません。今日は顔の非対称の改善法についてお伝えします。ぜひ一緒にやってみましょう。とても気になる顔の左右差ですね。例えば眉毛の位置がちょっとずれてたり、あと目尻ですね、目尻の高さが違う、あと口角ですね、口角の高さが違う、ちょっとこう口が曲がったような方って結構いらっしゃるかなと思うんですけども、ほとんどですね顔だけの問題じゃないんですね。日常生活の体の歪み、それを生み出すような日常生活の中にある癖ですね、そういったものが影響して顔に左右差ができるということが非常に多いんですね。例えばですね、たくさんあるんですけど、こうやって横向きで寝る癖のある方ね、あとうつ伏せ寝ですよね。寝てて熟睡した時にはもう仕方がないにしても、最初から横に向いて寝やすい方向ってあると思うんですけどね、そういったのをちょっとやめて最初は真上を向いて寝るっていう風に癖づけした方がいいですね。あとはですね、頬杖、ちょっとこうねついついやってしまいがちですよね。こういう感じで、これもですね顎をこうずらしてしまう原因になります。あとはですね、多いのが噛み癖、どちらか右左どちらか一方で噛む癖、そっちばっかり使うということですね。そうするとですね、少し顎がずれるんですね。下顎がずれると顔に歪みが出てきます。あと多いのがですね、私もなんですけども、同じ手にばかり荷物を持つ、右手とか左手とかすごく持ちやすい方ってあると思うんですけど、私は右肩なんですよ。右肩によくカバンをかけたりする癖があって、それを繰り返していると背骨が少しこう曲がってくるということもよくあるんですね。あと多いのがですね、足を組む癖、女性に多いですね。私も昔若い頃よく足を組んで楽だったんでね、よくしてたんですけど、最近はそれやめました。もう確実に骨盤が歪んできますよね。で、骨盤が歪むと背骨も歪みますって、そして首の骨がもちろん歪みますので、その上にある顔も歪む、ね、そうするとそれでバランスを取ろうとしてまた変な方向に首を向けたりとか、そういうことで最終的に顔に左右差ができてきます。もう一つですね、ソファーの位置、テレビがあって、リビングとかにテレビがあって、ソファーがこう最近こういう L 字型のソファーとかもよく流行ってますよね。常にテレビに向かって真正面で見てるということはないかもしれないんですよね。少しこう横からこう見るとか、こっち側から見るとか、何かを見るときにいつも顔の向き、いつも同じ方向っていう時も顔に歪みが出やすいです。右左がね左右差ができやすいですね。あとですね、これはあまり知られてないかもしれないんですけども、右か左かどちらか一方でよく噛んでると、このようにですね、よく噛む方に顎が引っ張られてほうれい線ができやすくなります。やはり何かこう偏ったことを右左でねしていると、顔にいろんな不都合が出てくるわけですね。では気になる顔の左右差をどうやって改善していくかということなんですね。先ほど言いましたいろんな体の癖ですね、足を組むとか、どちらかを下にして寝るとか、同じ方ばかりで噛む、あと頬杖をつくとか、そのようなですねさまざまなこう日常生活の癖を改善しながら、まずそれを前提として顔をアプローチして右と左を整えていきますね。その方法をこれからお伝えしていきます。しっかりと鏡でご自身の顔を見ていただいて、まず眉毛の位置が違う、この辺りとちょっと下がってるとか、あと傾き具合、傾き具合はですねある程度眉を描くときに調整ができますけども、位置が極端に違う場合は少しそれは調整していかないといけませんね。あと目尻の位置、左右差ですね、鏡でしっかりチェックしてくださいね。こっちはちょっと上がってるのにこっちが下がってるとかね。あとですね、鼻が曲がってる、こういう風に先ほど言いました噛み癖、どちらか一方で噛む、よく噛む方に顎がずれますね。そうすると鼻もそっちに引っ張られることが多いです。で、あと口ですね、口角の位置、少し口がこう曲がることがあるんですね。先ほども言いました噛み癖のある方向に
口角がこう上がって引っ張られて反対側が下がる。そしてこっち側がこう少したるんで見えたりとかということもよくあります。一つ一つポイントを絞って調整していきましょう。左右を整えていきますね。で、あとですね、多いのがフェイスラインですね。一番多いかもしれないですね。こっちはこのように角度がなのにこっちはちょっとこう出てるとか。よく噛む方が咬筋っていうこの咀嚼筋ですね。食事をする時に使う筋肉、この筋肉が発達するとここが張りやすいです。なのでよく噛む方のこの顎が少し出っ張ってる。でこっちはなだらかということがありますね。ちなみに私はですね、割と左をよく使うんですね。なので少しここが張り気味なんです。これはちょっと自分の中で意識して右と左で噛むようにしてます。あと荷物ですね。私はいつも右ばかり荷物を持ってたんで、普通に立ってたらこう肩がこっちですね、こっちがちょっとこう上がってるような感じになってたんです。だから最近は左手に荷物を均等に持つようにしてます。でモデルさんは立ち姿をきれいにしないといけないので、重たい荷物を持ったの方たちは、ね、よく移動するんですけども、15分ごとに荷物を持ち帰るっていうのを聞いたことがあります。なので私もですね、できるだけ左手に荷物を持つように、ちょっとこう上がってるんですね、私肩が。これをね少し気をつけています。あともう最近は足を組むことはしなくなりました。もうこれは確実に骨盤を歪ませて、最終的には顔を歪ませますのでね、それをやめてます。最も多いフェイスラインの左右差がある場合でも、これからやる眉毛から目尻とかですね、上から整えていきますけど、最初から全部やってください。ここだけを解消するんではなくて、上から整えていきます。フェイスラインだけこっちがこう膨らんでてこっちがまっすぐとか、そういう左右差ですね。そういう方でも上からちゃんとチェックして整えていきますよ。それでは一緒にやっていきましょう。まず眉毛の位置を揃えますよ。今揃ってる方も顔の何かしら顔の左右差に悩んでる方は一緒にやってください。はい、おでこのところに指を当てて、そしてこの状態で眉毛を上げます。はい、スタンド式の鏡を置いてくださいね。上げた時、そして下ろした時、この眉尻の位置合ってますか？そして高さ合ってますかね。でもしもですね、こう上げて下ろす時に、下ろした時に高さが違う場合、例えばこっち側が少し低いなと思ったら、若干上げるように調整してください。ご自身でしっかりと上げた時、下ろした時、両方でしっかりと左右の高さが揃ってるか見ましょうね。しっかり見てくださいね。はい、まず一つこれですね、チェックして、そして低い方を意識的にグッと上げて調節してくださいね。これを10回ほどやっていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、眉毛の位置を整えていきました。次にですね、目尻の位置を揃えましょう。鏡で確認して、右と左、目尻の位置どうですか？そしてですね、もしこちらの方が下がってる、右に比べて下がっているようだったら、ちょっと揃えてみましょう。ご自身でちょっとこう目尻の横に力を入れて、ちょっと上げてみてください。こんな感じで、下まぶたの力がいりますけどね、右と左を確認して、下がっている方向の下まぶたに力を入れてグッと上げます。それを10回繰り返します。こっちだけいきますね。こっちが下がっていると仮定して、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これを何度か今10回やったんですけども、何度か繰り返しているうちにこちらの方が上がってきます。目尻の位置はですね、この下まぶたの筋肉を引き上げて調整することで整ってきますよ。はい、次はですね、鼻が曲がっている場合、少しこういうふうにこっちかこっちにね曲がっている場合、これはですね、次の顎を整える、口角と顎を整える時に解消してきますので、これはもうそのままでいいです。はい、まず次は口角いきますね。口角の位置がこう曲がってる。これは間違いなく右と左でどっちかで噛む癖があることが大きいので、均等にこれから例えばこっちで10回噛んだら、今度はこっちで10回噛むって意識してください。無意識にしてると多分噛みやすい方向ばっかりいってるので、
今ちょっとこっちばかり噛んでるなと思ったらこっち、ちょっとそっちで何回か繰り返して噛むとか、そのような感じで食事の時の癖をちょっと矯正していきましょうね。その上でですね、その上で口角の位置をこれから調整していきます。はい、笑顔を作って鏡で確認。笑顔を作った時にこちらの方がでも下がってる場合、こういう感じになってる、ご自身ではちゃんとまっすぐ口をしてるつもりでもこうなってる場合はこちらを意識的に上げますよ。はい、揃えて揃えて、下がってる方向を力をグッと入れますよ。ちょっとこういう感じでこうなってる方はもうここに力を入れてください。しっかり揃えますよ。そしてこのまま10秒キープします。鏡で確認しながらね。はい、今3箇所、眉毛、目尻、そして口角の位置を整えましたね。次はいよいよフェイスラインですね。はい、口をですねまずはグッと寄せてください。そしてここの顎骨にしっかりとフェイスラインを合わせましょう。そしてこのまま5秒キープします。このほうれい線部分に指を置きましょうね。指を置いてしっかりとここで予防しながら、ほうれい線を防止しながらいきましょう。はい、綺麗なライン出てるのを確認しましょうね。顎骨に骨を触ってその骨にぴったり合うようにね。5秒。はい、反対。しっかりと顎骨に添えましょう。特にですね、こちらの方が出っ張ってるこっちに比べて、そういう場合はしっかりとフィットさせるように。で、指を添えてほうれい線を予防しながら5秒。はい、もうほとんどですね。口筋っていう咀嚼筋ですね。耳に下に指を置いてみてください。そして歯を食いしばってみましょう。膨らみますね。これが食事をするときに使う筋肉、咀嚼筋っていう筋肉ですね。これの発達度です。もうほとんどはこっち側はポコッと出てこっちがまっすぐとかね。ですのでもうとにかく噛むときにもうあんまり出っ張ってる方は噛まないようにしてください。そうすると必ずこっちが少し筋肉がね少し痩せて反対側がしっかり育ってきますので、そうやって調整するのが一番です。それとあとはフェイスラインに沿わせる、ここの骨の部分にしっかりとラインを作っていくことですね。たるみやすい方向の顔ってあるんですよね。例えばね、先ほど言いました頬杖をつくとこうやってどうしても皮膚を上に引っ張りますよね。そして手を離した時にボンとこう皮膚がドンと落ちる。それを繰り返してるとドン、こっちがたるんできますね。常に触ってる方向がたるんできますので、そういう癖をなくしながらしっかりとフェイスラインをこの顎骨に沿わせて左右対称にしていきますよ。もう一回いきますね。ここのライン、指を置いてほうれい線を防ぎましょう。で、鏡でフェイスラインを確認しますよ。顎骨にしっかり触ってみてくださいね。ちゃんと顎骨を感じるところにラインを合わせて5秒。はい、反対。指を添えてほうれい部分にきれいに揃ってますかね。しっかり鏡で確認して、はい、もう一回いきましょう。ぐーっと寄せてきれいなラインを確認しながら、はい、反対。ここの顎骨にしっかりとフェイスラインを合わせますよ。きれいなライン出ましたか。はい、5秒キープ。はい、今ですね、眉毛の位置を揃えて、目尻の位置を揃え、そして口角の位置を揃え、フェイスラインの角度を整えましたね。そして最後の仕上げ、もう一つあります。それはですね、顔全体を
右左整える方法ですね。そのやり方は口に空気を入れてぐるーっと回します。均等に回しますよ。鏡で確認してください。まずポンと口に空気を入れて、そしてこの小鼻に空気を入れるつもりで、そしてこれをぐるーっと反対の小鼻まで空気を移動しますよ。ゆっくりとこっちからここまで来ましたね。それを10回やります。いきますよ、一緒に。この時のコツは鏡を見ながらですね。しっかりと口の前のシワが伸びるのを確認してください。しっかり確認しながら回していきますよ。ここからこのように繰り返しているとですね、口に空気を入れて回すっていう行為はですね、表情筋をたくさん使うんです。様々な、特に目から下の部分の筋肉をまんべんなく均等に使っていくことができるんですね。で、これを10回繰り返して反対10回繰り返します。一緒に行きましょう。はい、今度は反対回りをします。今こう回しますので、今度こうですね。10回いきますよ。はい、ここにまず空気を入れて、今口に空気を入れてぐるぐる回しましたね。これで左右の調整を最終的にまとめとしてやりました。はい、それではですね、今日やったことをまとめますね。顔の左右差で悩んでいる方はどのようなポイントで悩んでいるか関わらず、すべて眉毛からしっかりとチェックして整えていきますよ。眉毛の高さを揃え、目尻の高さを揃え、口角の高さを揃えて、フェイスラインの角度を揃えていきます。例えばフェイスラインのこっちはこう出ててこっちがシャープとか、そういったここだけの悩みの場合でも全て眉毛からいきますね。もう一度おさらいします。おでこに指を置いて、そして上げて下げる、その時の眉毛の位置をしっかり確認して揃えながら10回、1、2、3、4、5、しっかり鏡で見てくださいね。6、7、8、9、10。はい、次は目尻を確認しましょう。そして目尻の位置が下がっている方向、例えばこちらが下がっているとしたら、少し上げて調整します。高さをぐっと上げて、これでキープしましょうね。少し上げ下げしながら揃えていきます。ぐっと上げていきますよ。こっちが下がっている場合はしっかり右の位置に合わせますよ。眼輪筋の下部分に力を入れるようにぐーっと合わせていきます。はい、その次はですね、口角の位置を確認しましょう。鏡を見て、はい、笑顔を作った時の口角の位置、下がってる方をぐぐっと上げますよ。こちらが下がってるとしたら、こんな感じでキープしましょう。10秒ぐらいキープしましょうね。右と左をしっかり揃えてキープ。はい、フェイスラインをきれいに揃えます。口をしっかり寄せて、鏡でこのフェイスラインをチェックします。顎骨にしっかりとラインが揃ってますか？はい、
こちらの方には指を添えてほうれい線を予防します。はい、5秒キープ。はい、反対グッと寄せて、このラインを確認して、はい、反対フェイスラインを確認して顎骨に添えます。はい、反対確認して、はい、次は口に空気を入れます。右回り左回り10回ずつですね。はい、反対回り。このような感じでですね、顔の左右の非対称を整えていくんですけれども、まずはですね、日常生活の癖ですね。頬杖をついたり、右か左か、ね、下にして寝たり、あと同じ側ばかり荷物を持ったりですね、あと足を組むとかですね、同じ方向ばかりで噛むとか、そういった癖を直しつつ今のトレーニングを取り入れていくと左右しっかり整ってきますのでね、頑張ってください。顔が非対称の改善法についてお伝えしてまいりました。日頃から顔ダンスを日常生活に取り入れると少しずつ顔の左右差が改善されていきます。足を組むなど無意識にやっている癖を直しながら顔も美しく整えてまいりましょう。今日もご視聴ありがとうございました。次回は目の下のクマの改善法についてお伝えする予定です。このチャンネルでは私が実際に検証して若見えに効果があると確信した方法を毎週お届けしています。この動画がいいなと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。オキャンママの詳細は下の概要欄でご確認ください。それではさようなら。オキャンママでした。